こんにちは、アリアです。前回は太平洋に存在したとされるムー大陸がどのように誕生し、英知をどのように自然と共鳴しながら地球のバランスを保っていたのかをお話ししました。今回はそのムー文明がどのようにして崩壊していったのか、そしてその出来事が地球全体にどんな変化をもたらしたのかをお話しします。ムー大陸の崩壊にはいくつかの要因が重なっていたと考えられています。地球科学的な視点から見れば、それは地殻変動や火山活動の活発化、そしてスピリチュアルな視点から見れば、人類の意識の波動が低下したことによる地球エネルギーの乱れでした。両者は別々の現象ではなく、互いに影響し合っていたのです。ムーの時代、地球の磁場は非常に安定していました。太陽活動と地球の自転軸のバランスが取れ、地球全体が一つの呼吸のようにリズムを刻んでいました。しかし、文明の発展とともに、人々の意識の方向が少しずつ変化していきます。調和よりも力、共鳴よりも操作、その微細な変化が地球のエネルギーフィールドに影響を与え始めたのです。ムー文明の後期、人々は光の塔や水晶装置を使い、天候や地磁気を意図的に操作する実験を行っていたと言われています。当初は農作や気候安定のための調整でしたが、次第に一部の人々がその力を競い合うようになりました。その結果、地球の磁場に不均衡が生まれ、大陸全体のエネルギーが不安定になっていきました。チャーチワードの記録によれば、ムーは地球内部の圧力変動によって一夜にして沈んだとされています。地殻の下にあるマグマ層が膨張し、地表が連鎖的に崩壊していったというのです。しかし、これは単なる地質的な出来事ではなく、人類の意識変化と地球の磁場変動が重なった次元的転換でもありました。地球は生きた存在であり、人間の集合意識と常に共鳴しています。ムー文明の人々の間で生まれた分離の意識が地球そのものの波動を下げていったのです。そして地球がそのバランスを取り戻そうとしたとき、大陸の崩壊という大きな変化が起こりました。古代の記録では、その瞬間、空が赤く染まり、大地が裂け、海が湧き立ったと伝えられています。火山の噴火、地震、津波、すべてが連鎖的に起こり、大陸はゆっくりと確実に海の底へ沈んでいきました。その光景を目撃した人々は、それを地球外気を変える瞬間として受け入れたと言われます。ムーの長老たちは、この変化を予見していました。彼らは文明の英知を水晶板や石板に記録し、それを地球各地へと託しました。これらの記録が後にアトランティスやエジプト文明に受け継がれたと考えられています。つまり、ムーの崩壊は終わりではなく、次の文明への橋渡しだったのです。ムーの崩壊を象徴する出来事の一つが、ポールシフトと呼ばれる地球軸の変動です。地軸が傾いたことで気候が変わり、地球全体の周波数が低下したと言われています。それまで高次の意識領域に存在していた地球は、より物質的で密度の高い次元へと移行しました。この変化により、人類は意識の記憶を失い始めました。以前は当たり前だったテレパシーやエネルギー感知の能力が弱まり、物質を中心にした文明が始まります。つまり、ムーの崩壊は精神文明から物質文明への転換点だったのです。この転換によって人類は外側の世界に目を向けるようになりました。科学や技術が発展する一方で、内なる感覚は徐々に忘れられていきます。一方で、ムーの英知を守った人々もいました。彼らは
地球の各地に散らばり、自然と共に生きながら、記憶の断片を次世代に残しました。日本の古神道や縄文の祭祀、ハワイの船の教え、マヤの暦、それらはすべてムーの残響であるとも言われています。ムーが沈んだ後、地球の波動は一時的に低下しました。それはまるで眠りにつくような状態だったのです。人類は記憶を失い、時間の概念を持ち、再び外側の世界から学ぶ段階に入りました。けれど、魂の深い部分にはムーの記憶が残っていました。自然と共に生きる感覚、空を見上げて感じる懐かしさ、大地に触れた時の安堵、それは私たちの中に今も息づくムーの記憶です。ムー文明の崩壊は決して悲劇だけではありませんでした。それは人類が分離を経験するための必然でもありました。全体と一体である状態から離れ、個としての意識を育てる段階に入ったのです。それによって人間は選択という力を得ました。この地球で自由意志を通して再び調和を学ぶために、ムーの滅亡は地球の意識が一度眠りについた瞬間、そして今の時代はその眠りから再び目覚め始めている時期なのかもしれません。私たちが自然と共に生きる感覚を取り戻そうとしているのは、地球が再び調和の波動を思い出している証拠です。ムーが消えたのは遠い過去の出来事ではなく、私たちの意識の深層に刻まれた古い記憶の再生でもあります。海の底に沈んだのは大陸そのものではなく、人類の意識の光だったのかもしれません。そして今、私たちは再びその光を取り戻そうとしています。ムー大陸の崩壊は地球が大きく呼吸を変えた瞬間でした。それは精神文明から物質文明へと移行するための自然な過程でもありました。意識の時代から経験の時代へ、人類は外の世界を通して再び内なる英知を学ぶ旅に出たのです。ムーの崩壊後、彼らの一部は世界各地へ移り、記憶を残しました。南米ではマヤ文明、エジプトでは太陽神信仰、そして東の果てでは縄文文化としてその精神が受け継がれました。これらの文明には共通した象徴があります。それは自然との共生、太陽への祈り、和の意識、どれもムーの哲学を思わせる要素です。縄文時代の日本列島はムーの意識が最も強く残された地域の一つと言われています。縄文人は自然と共に生き、大地、水、火、風のすべてを神として敬いました。彼らは森の中に住み、空と海を観察し、太陽の動きや星の配置を通して季節を読み取っていました。彼らの生活は単なる狩猟採集ではなく、宇宙のリズムと一体化した暮らしだったのです。考古学的にも縄文遺跡の配置や土器の模様には、太陽の運行や星の軌道を意識した幾何学的パターンが見られます。それはムーの円と螺旋の構造を継承しているとも言われています。縄文土器の渦巻きや炎のような装飾は、単なる美的表現ではなく、エネルギーの循環を象徴する祈りの形だったのかもしれません。ムーの人々が崇拝していたのは、外の神ではなく、生命そのものでした。その感覚が縄文にも引き継がれ、日本の古神道における八百万の神という考え方へと発展していきます。山、川、風、石、火、あらゆるものに神が宿るという思想は、まさにムー文明の自然信仰の記憶が形を変えて残ったものと言えます。また、日本列島の地形そのものもムーのエネルギーの名残を止めていると言われます。チャーチワードは著書の中で、ムーの北端は今の日本列島にあたると述べています。特に富士山は、かつて
ムー文明の聖なる中心だったエネルギーの焦点の一つであり、地球の波動軸を安定させる地球の心臓のような場所だと考えられてきました。現代の地球は再び変化の時期を迎えています。科学が進み、情報が広がる一方で、多くの人が内面の静けさや自然とのつながりを求め始めています。これはムーの意識が再び目を覚まし始めたサインかもしれません。地球の波動が上昇し、私たちの感受性が戻りつつある今、古代の記憶が再生されているのです。ムーの人々はかつて地球そのものを一つの生命体として理解していました。この考え方は現代ではガイア理論として科学的にも再評価されています。地球は単なる物体ではなく、自己調整機能を持つ生きた存在。気候変動や磁場の変化はその生命活動の一部に過ぎません。ムーの英知はこの視点を太古の昔から持っていたのです。今、地球は再び新しいサイクルに入っています。次元の上昇とともに人間の意識も変化しています。それはムーの時代のように再び内なる感覚を取り戻す段階です。私たちは再び自然と共に呼吸し、感覚と思考、精神と物質のバランスを学び直しているのです。ムーの記憶は特別な人だけに与えられたものではなく、私たち一人一人の中にその断片が眠っています。日常の中でふと自然の美しさに心を動かされる瞬間、誰かを思いやる気持ち、自分の中に静けさを感じる時間、それらすべてがムーの英知を思い出す入り口なのです。魂の目覚めとは何か特別な体験をすることではありません。自分の中にある調和を見つけ、それを日々の選択の中で生かすこと。それがムー文明の本当の教えだったのだと思います。彼らが残した技術や記録は単なる知識ではなく、どう生きるかという意識そのものの記録でした。そして今、地球は再びその問いを私たちに投げかけています。分断された社会、環境の変化、人と人との距離、それらの出来事は私たちがもう一度全体とつながるための呼びかけです。ムーの崩壊で一度失われた調和を今私たちは新しい形で取り戻そうとしているのです。ムーの再来は大陸の再出現ではなく、意識の再結晶化として起こります。私たちの心の中に再び調和の文明が築かれる。それこそが地球の最短であり、人類の新しい周期の始まりです。この世界の変化に戸惑うこともあるかもしれません。けれどそれはムーの崩壊と同じように、地球が古い形を手放し、新しいバランスを作り出している証です。破壊と創造はいつも一つの循環の中にあります。それを恐れずに受け入れること、それがムーの魂の成熟を今の私たちが引き継ぐということです。ムーの精神は遠い昔の神話ではなく、今の私たちの生き方の中で息づいています。私たちが日常の中で選ぶ言葉や思考、そのすべてが地球の未来を形作っています。小さな調和の積み重ねがやがて新しい地球文明を生み出していくのです。ムーの人々が信じていたこと、それはすべての命は一つの光から生まれたということ。そしてどんなに形が変わってもその光は決して消えないということ。私たちが今この地球で再びその光を思い出し始めている。それこそがムーの最短であり、魂の目覚めなのだと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。